こんにちは、たまおです。今日はジャンク品ではありません。たまおですね、こちら購入してみました。H610M S2H DDR4 になります。こちらは LGA1700 のマザーボードで DDR4 のメモリ対応のマザーボードになります。あとはこちら、インテル Pentium Gold G7400 になります。で、こちらをなぜ購入したかと言いますと、巷で話題になっているマザーボードに CPU を取り付けると CPU が曲がってしまうっていうことが起きているらしいので、どういう状況なのかたまも気になって購入してみました。それでは早速 CPU をつけてみて、実際に CPU が曲がるのかどうか点検してみたいと思います。ソケットを開けます。ソケットはロテスのソケットになっています。結構なバネ力です。結構強いですね、これ。テンションスプリングを下げると、このようにバックプレートが曲がっちゃってるんですよね。レバーを解除した状態では、バックプレートが曲がっていません。バックプレートの剛性が弱くて、マザーボード自体が曲がってしまっているんじゃないかっていう気がします。次に CPU を点検します。CPU は平らですね。取り付けました。蓋を閉めて、ギュッと。こうすると、このように CPU の真ん中がへこんでしまいます。コカ・コーラになります。こちらを使って直せたらなというふうに思います。で、実はたまおこんなの作りました。たまおジョッキです。こちらを使っていきたいと思います。で、使うのはこちらのコーラではなくて、こちらのアルミ缶ですね。こちらを使っていきます。ハサミで切ったのがこちらになります。軽く、こうやって軽く傷をつけて、折ればカットすることができます。こちらも 1.5 センチずつカットしていきます。というわけで、アルミ缶のシムが出来上がりました。アルミ缶は約 0.1mm なので、0.1mm ごとのシムを作ることができました。で、こちらをここに挟んで、真ん中に挟んで、真ん中を出してあげればいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。とりあえず SIM を2枚ずつ 0.2mm 挟みました。0.2mm の SIM を挟むと、だいぶ狭くなったような気がします。ちょっと足りないようなので、もう1枚いってみたいと思います。このようにクリアランスはほぼゼロにすることができました。こちらのテンションスプリングの方を少しだけですね、このバネをこっち向きに軽く曲げてあげて、少しだけテンションを弱めてあげました。メインはですね、こちらです。このちょうど真ん中のこの部分にアルミ缶を3枚挟みました。こちらとこちらに。アルミ缶1枚が 0.1mm なので、約 0.3mm ですね。ここに挟んであります。で、ちょっとショートするのが怖かったので、ビニールテープを一周巻いて、こちらとこちらに挟んであります。で、あらかじめここに SIM を挟んであげて、マザーボードを少しだけ逆反りさせてあげて、CPU をつけてあげることで、曲がりが相殺されるようにして、マザーボードもこういう風にまっすぐなるように補正をかけてあげました。そうすることで CPU もしっかりまっすぐ、完全にまっすぐにすることができました。SIM の厚さは 0.5mm になりました。で、玉緒なんですけど、こんなものを買ってあります。
清水さんのシミ押しグリス。こちら買ってあるので、ちょっと使ってみたかったんですよね。今日はこれを塗って、CPU クーラー、ディテールクーラーをつけて起動していきたいと思います。塗り終わりました。グリスが思ったよりも適度に柔らかくて、すごい塗りやすかったです。剥がしていきます。CPU クーラーつけていきます。それではドラクエベンチ回していきます。クーラーを外した感じです。均等にグリス当たってる感じします。すごくうまくいってる感じがします。CPU クーラーを取り外した状態です。ちょっと見にくいですが、こちらとこちらの端っこにしかクーラーが当たっていません。こんな感じです。端っこしか当たっていません。なので、調整後は45度だったのに対して、調整をしないとこの状態なので50度まで温度が上がりました。今回は最大5度の降下白を確認することができました。今回、CPU をつけると CPU 自体が曲がってしまうという噂の LGA1700 ですが、やはりつけると CPU が凹んでしまいました。原因はおそらくバックプレートの合成不足によってマザーボード自体が弓なりに曲がってしまって、それで CPU も変形してしまうのではないかと推測しました。アルミ缶を切ったものを3枚重ねてこちらに挟めてあります。こちらにも挟めてあります。一応絶縁対策のためにビニールテープも巻いてあります。あらかじめマザーボードをこちら側に少し曲げておくことで、ソケットをつけたときにこっちに曲がろうとするんですけれども、ちょうど打ち消してマザーボードがまっすぐなるように補正をかけました。マザーボードの合成によってもだいぶ変わってくるので、こちらだいぶ安いマザーボードなので合成が弱いです。ハイエンドマザーだと板圧も厚いはずなので合成も強くて曲がりにくいのかなっていう気もしています。まだ開発されたばかりの CPU なので全ての条件での評価がしきれていないのかもしれません。あとですね、これ玉緒のぬいぐるみなんですよ。Twitter のお友達チーズさんがなんと作って送ってくれました。猫缶もついています。めっちゃ可愛いです。チーズさんありがとうございます。チーズさんはアセコルサーバーを運営していたりもします。動画の概要欄に Twitter のリンクを貼ってありますので、気になる方はチェックしてみてください。あと、玉をこんなの作ってみました。玉をジョッキです。家ではお酒飲まないんですけれども、ノンアルコールビールとかジュースを入れる大きな入れ物が欲しかったので作ってみました。なかなかいい感じです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。